皆さんこんにちは。こんにちは。構想されただけで姿を消した変わった形の戦車。これまで何度か紹介してきましたが、今回もかなり変わったものになっています。もう嫌な予感しかせえへんな。なんそれでは早速見ていきましょう。こちらです。待て、これ戦車やないやろ。本人曰く戦車です。そもそも車両ですらないやん。ちゃんと見てほしい。ここに車輪がついています。それはわかるけど戦車といえばこう、もっとあれやん。シュッとした感じの。ではこの戦車、一体どのような理由から考案されたのか、いつものように紹介していきましょう。まず最初にこの戦車、足回りというか、動力になるのですが、他にはないとてもユニークな特徴がありました。ほう。エンジンを搭載していませんでした。はい。エンジンを搭載していませんでした。変なタイミングでカットインしてくんな。エンジンついとらんってそれこそ戦車やないやん。戦車です。わかった。次にこの戦車、どのような人物が考案したのか紹介していきましょう。この概念図は、第二次世界大戦中の1942年6月初旬、ソ連の装甲車両総局という新しい兵器などの審査も行っていた組織に提出されました。いつも出てくるおなじみの組織やな。送ってきたのはソ連の軍人だったシュフチェンコとクルチェンコフという人です。ちょっと前に引き続き2人で考えて作った兵器か。残念ながら今回も写真もなく、詳しい経歴なども不明なのですが、この2人は技術部下級軍曹という下士官だったそうです。これもそこそこ丁寧に描かれとるから、設計関連の仕事しとった人やろな。明らかに素人やとほんまにフリーハンドや。彼らはこの車両を何と呼んでいたのか、あかねちゃんは何だと思う？そんなんわかるはずないやん。見た目のまんまだよ。見た目？あれや、亀さん戦車とかそんな感じか？無駄に可愛い子アピールは置いておき。ちょい待て。直訳では、不動砲塔戦車、みたいな感じですね。エンジンついとらんから不動ってことか。ゆるふわ軍事チャンネル。ではこの戦車、どのように使うとしていたのか。みんな突っ込みどころはここからやで。戦車の概念図とともに簡単な説明を記した手紙が残されているのですが、その冒頭にこのような記載がありました。戦闘中における装甲車の戦術に関する独自の理想像を共有します。なんかようわからんけど現場を知っとる人してんの兵器ってことやな。敵に攻撃を仕掛けるとき、隠れたところからなんとかかんとか、以下、意味不明。意味不明言うな。翻訳できとらんやん。要するに彼らは戦闘では装甲車が重要な役割があると言いたかったみたいですね。待て、それでこの亀さん、やなかったエンジンついとらん戦車思いついたと？彼らはこのようにも説明しています。単に戦車で敵を倒すだけでは不十分です。敵に占領された領土を解放し、守り続けることが必要です。そのためには砲撃拠点が必要で、できれば要塞化されているといいでしょう。要塞って、だからこの形にしたんか。特に開けた場所での防衛は困難です。敵から奪還した領土を強固に防衛するために、このような砲撃拠点を作ることを思いつきました。ほら間違いないで。珍しくあかねちゃんの予想が当たったね。ではなぜ、普通の戦車ではなく、半球体構造にしたのでしょうか。設計者によると、この形状にすることで、敵からの砲弾、爆弾などに対して、最大の受け流し性能を得ることができる。と、説明しています。確かに球体やと垂直に当たる面が少ないからな。どこに当たっても長弾しやすいってことか。あとは見かけ上の走行圧も大きくなる特徴があるのですが、これは第二次世界大戦後、ソ連戦車の砲塔にお椀型の半球体構造が採用されていますね。せや、確か最初の頃に投稿した動画に出てきたものがそうやな。彼らによると、半球体にすることのもう一つのメリットとして、地面に車両の影ができず、カモフラージュが容易になるとも説明しています。いやいや、球体でも影はできるやろ。ここまでおまんじゅう型だと影ができちゃうね。もっとぺったんこにしないと、ぺったんこに。ぺったんこ連呼すんな。この形状については同じく、半球状の要塞砲のデザインを参考にしたと考えられます。確かにそっくりやな。これアニメではくるくる回転しとったけど、同じように回転できたん？設計者によると、この車両の底に特殊な装置があり、360度、どの方向にも攻撃できたそうです。ほう。でもこれエンジン積んどらんやろ？どうやって回転させるん？特に説明はありませんね。待て、これ人力やろ。ちょこっと戦車の仕様が出てきたところで、どのように運用するとしていたのか紹介しましょう。まず気になるのは移動です。タイヤついとるから移動はできたんやろ？もちろん移動はできました。ただ、エンジンは搭載していないため、牽引車を用意するか、もしくは牛を使うとしていました。
てか、車体はなんとなるん？記載はないですね。それもないんかい。この車両内部の構造としては、主砲と上部の機械砲で構成されています。砲塔の回転も多分人力やし、10人くらいいるでこれ。運用にあたって必要な人数は、なんと、久しぶりに来たで。なんと、わずか4人でした。普通の戦車と同じだね。同じだねやないやろ。どうすんねんこれ。構成はどうなっていたのか記載はないのですが、砲手1人、機銃手1人、あとは社長と装填手と考えられます。そうなるとガチで普通の戦車と同じやん。ちなみに、設計者によると、素人は乗せないでくれと主張していました。明らかに設計の素人が何言ってんねん。車体サイズについても記載はないのですが、機銃の大きさから推測すると、直径は5メートルから6メートルあったと考えられます。やっぱりそこそこな大きさになるな。このサイズにした理由は、内部に大量の砲弾を搭載したかったためだと説明しています。これうっさん危険重さになるんちゃうん？また、車体内部には、遮音材を敷き詰めるとしています。遮音材？これは被弾した場合、内部が鐘の中にいるように音が反響してしまうためだと説明していますね。そのあたりはちゃんと考えとるんやな。そして手法なのですが、これもどのように発射するのかは説明はありません。さすがに内部に収めた状態で撃つってことはないやろ。予想では、必要に応じて車体の外に砲身を出して発射すると考えられるのですが、そのような構造も見当たりません。そして、設計者によると、車体は化学兵器にも耐えられるとも説明しています。ということは戦闘時も完全密閉状態ということか。その他の特徴としては、乗り降りは車体下部の穴から密かに出入りすることができたらしく、退避が迫られた緊急時にも安全に脱出することができるとしています。これ乗り降りもかなり大変そうやで。地面を掘っておくなどの記載はないため、どのような状態で退避できたのかは不明です。これ戦車みたいに逃げることもできひんからな。ゆるふわ軍事チャンネル。ではこの戦車案、当局はどのように判断したのでしょうか。どうなったんこれ。なんと今回、非常に珍しいのですが、当局の審査結果が残されています。ほんまか、全部無視しとったかと思ったわ。装甲車両総局のモザレフ少佐という人物からの返信には、このように記載されていました。戦車にエンジンを搭載しないというあなたの提案について、そのアイデア自体は新しいものではなく、以前から同様の提案を受けています。今さらっと爆弾発言しとるで、過去にも同じ案を提出した人おったんか？どうやらそうみたいですね。実際に試験もしましたが、うまく使用できませんでした。試験しとってくさ、どんなものや？具体的にどのようなものだったのか、似た兵器は現時点で発見されていないそうです。ほんまにそんな案が他にもあったのかは疑問やな。試験されているにもかかわらず資料がないというのは、もしかしたら本当は行っていなかったのかもしれませんね。それにしても、今回も随分へんてこな戦車やったな。これが戦車と言えるのかは微妙やけど。現在運用されている戦車、もちろん過去に開発されたものも含め、エンジンがついていない車両というのは、パッと思いつくようなものは特にありませんね。せやな。これをコンパクトかつ簡素にしたものが、このような対戦車砲や榴弾砲になると思います。防御面は気になるけど、運用面を考えるとこっちの方がええで。仮に全体を覆う必要があるなら、これも普通に重戦車でええやんってなるからな。そういうことになりそうですね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。